こんにちは。5歳児の TOCFE を発表します。浜野真理子と申します。この場を借りて、今日この機会を与えてくださった TOCFE 関係者の方々、そして、FE オンデマンドの方々、そして、今横浜で、私の娘の面倒を見てくれている主人、そしていつも私を支えてくれている娘に感謝をしたいと思います。ありがとうございます。今日は、私が5歳の娘と暮らしている中で、どのように TOCFE を活用しているかというケースをご紹介します。アイスのクラウドと、パジャマのブランチとお片付けのアンビシャスターゲット。まずアイスのクラウド、これは去年夏に起こりました。日曜日の夕方、そうですね、5時ぐらいです、娘がアイスを食べたいというふうに言いました。もうその日はもうおやつを食べてしまっています。もうこれが夕飯の時間ですし、親の私としてはダメと言いました。それでも嫌だ、食べたい。ここで食べる食べないの対立が生まれました。これどうしたものかなと思いまして、ちょっと頭の中で考えてみました。クラウドで解決できないかな。私のサイドとしては、共通目標、楽しい夕方のひとときを過ごすためには、お腹が空いた状態で夕飯をおいしく全部食べてもらう必要がある。お腹が空いた状態で夕飯をおいしく全部食べてもらうためには、アイスを食べさせない必要がある。一方、娘の方は楽しい夕方のひとときを過ごすためには、何かしなければならない。この何かが分からなかったんですね。そこで、娘を Y ちゃんとします。Y ちゃんはなんでアイスが食べたいの？お腹空いてるの？っていうふうに聞きました。すると、だって昨日お母さんアイス買った時食べようね、明日食べようねって約束したじゃん。で、私そのことをすっかり忘れていたんですよ。ああ、そうだったね、ごめんね。で、そこで娘の要望が見えてきたので、このように提案してみました。そうだよね、Y ちゃんアイス食べるって約束したもんね。お母さんはね、Y ちゃんに夕飯の時はお腹空かせててほしいんだ。こういうのはどうかな。アイスをちょっと一かけら切って食べるのってどうかなって言ったら、あっさり、いいよっていうふうに OK してくれたんですね。そこで、アイスを切りましてお皿に入れてあげました。すると結構嬉しそうに食べてくれたんですね。あ、娘の要望は満たされたんだというふうに思いました。で、この後もちょっと自分でですね、クラウドを全部完成させてみせました。するとですね、やっぱりその前日アイスを食べようねって約束していた、それを親としてきちんと覚えておくべきだったなですとか、あとはアイスを娘は丸々1本食べたいはずなんだっていう思い込みがあった、そういうことに気づきました。時はちょっと経過して2012年秋のことです。お風呂上がりにですね、娘がパジャマを着ずに、寒そうな格好でお絵かきをずっとしてたんですね。で、そこで私がパジャマ早く着なさいっていうふうに言ったんです。すると本人全く聞いてなくてですね、ずっとお絵かきをしていました。そこで、紙とペンを出して「おいちゃん、このままパジャマ着る前にずっと遊んでたらどうなるかな」って言ったら「風になる」って言ったんですね。そうだねってこう書きました。じゃあこの状態、今パジャマを着てそれから遊んだらどうかなって言ったら風にならないって言ったんですね。そうだね。で、私はあえてここでこの先は何も言わずにこの紙をテーブルの上に置いておいて、2、3分ほど様子を見てたんですね。そしたら本人着替え始めたんですね、自ら。で、さらにその紙にですね、Yちゃん自ら風になるというところに×印、風にならないところに花丸を書いて、さらにその先髪の毛を乾かすという行動を書いています。で、ちょっと TOCFE
ファンから言わせてもらうとですね、このブランチはちょっとこの上のところは正確ではないんですね。でもですね、娘がここまで先のことを考えて行動したっていうのがすごく親として感動しました。最後にお片付けのアンビシャスターゲット、これはまたさらに時が過ぎて2013年の1月、先月のことですね。部屋がとても散らかっていたんです。そこで部屋を片付けなさいって言ったんですね。でまたお絵かきをずっとしていて聞く耳も持たずで、そこで部屋を片付けるっていうのはちょっと5歳児にとっては大きなミッションなのかなと思いまして、そうだ、アンビシャスターゲット使ってみるということで、紙とペンをまた取り出して、おばあちゃんちょっと何が散らかっているか教えてくれるって言いました。で、紙ノートがあるね、あと何があるかな、5本があるって言ったので5本があるね、それから順に書いていきました。でそこで、障害の欄を埋めたんですね。で右側に、じゃあどうすればいいかな、とりあえず紙ノートはまとめてみようか、じゃあ5本はどうしようかって言ったら、5本はじゃあ本棚に入れる、C はどこそこにしまうっていうふうにどんどん言っていったので、それを、2人でこのリストを完成させたわけですね。でこれを完成させてから、じゃあ上から順々にやってってごらんって言ったら、本に片付け始めました。で、だいぶ片付いてはきたんですが、まだ他にもですね、ちょっと散らかっていたものがあったんですね。そこで本人がですね、今度書き足したんです。見えますかね。下の方にですね、イン止めゴム、ペン、シール帳で、その右側に、それをどこに入れるかっていうのを書き足して、やっていったところ、ほぼ、90% 以上本人の力で左の写真から右の写真のようにお片付けができたんですね。で、私がほぼ手を貸さずにここまでお片付けができたのは今までで初めてだったので、とっても感動しました。で、最近一人でですね、その日の行動、何をするかっていうのを書けるようになったんですね。で、今までのこのケースを通じて、気づきが2つありまして、1つはその TOCFE のシンプルさっていうのとすごくパワフルだっていうこと、あともう1つは、5歳児でも親が持っているよりずっとパワフルであったっていうことです。で、まだ私も親として勉強すべき点などまだまだあるんですけれども、TOCFE を、生活に活用していって娘と共に、これからも成長していきたいと思います。どうもありがとうございました。